前向きにチャレンジする女性たちを応援する MBA チアーズチャンネル始まりました。今回のテーマはですね、オペマネことオペレーションズマネージメントです。さて今回はこのメンバーでお送りしております。阿部ちゃんこと阿部ひろ子と申します。GoToトラベルを使って旅行に最近行ってまいりました。非常にお得な旅だったなというのを実感した感じですね。どこに行ったの？有田焼の里に行ってまいりました。器の好きな方はおすすめです。なるほど。悦子お願いします。はい、私セガサミーというエンターテインメントの企業に勤めております。2020年3月に、MBA を取得しまして、今回で、3週連続出演しております。定期員の面白い話しかけに癒されながら収録を楽しんでいます。カオルンと申します。毎週ですね、これだけ青学の同級生がですね来てくれて本当に感謝しております。ただすごいうるさいです。楽屋が打ち合わせが進まないぐらいベラ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 喋っておりますでですね、YouTube をね見慣れている方はねよくご存知だと思うんですけど、設定画面から字幕のとこを押すと日本語はもちろんなんですけど、実はですね英語と中国語が見れるようになってます。中国語のところはね、同じクラスメートでハン君っていうのがいるんですけどハン君が休みの日にタダで文字起こしか翻訳を本当にそうしてくれてるんです。ありがとう。すごい今後もずっとやってね。ありがとうございます。学校を挙げてこの番組に協力してくれてるということです。なんでちょっとね設定画面からねたまに見てみてくださいませ。今回のテーマのオペレーションズマネジメントってそもそも何のことなの？オペレーションズマネジメントとは、そもそもですが企業の戦略とマーケットをつなぐためのものとなっています。 IT ですとか、あとは製造工程、その他ロジスティックスなどなど、そういった社内外のリソースをいかに有効して有効に使っていくかというところをマネジメントする手法のことを言います。オペレーションっていうと機械などの操作とか運転っていうイメージがあるように思えるんですけれども、ビジネス全般で活用できるマネジメント手法なんですよね。そんなねオペマネといえばね、私たちの間でもすごい人気の授業なんですけども、分業するときに何を考慮すると効率が上がるのかという点に絞って一つ楽しいゲームをしてみたいと思います。それって何のゲームなの？ペースゲームというタイトルです。まずですね、こういうポストイットでいいんですけど、普段は今回はテレビ用にちょっと大きめの紙を用意しました。でみんなそれぞれマジック持ってます。で1番目の方が顔の輪郭丸を描く。今日は悦子がやります。はい。で2番目の方は顔の中身と耳を描く。今日は阿部ちゃんやります。で最後3番目は髪の毛を描くと。こういう絵を描いて1分間全力で流れ作業をやっていくと。新人さんの社員研修とかそういうので取り入れてみるのもいいかもしれません。それでは皆さん準備はいいですか？いきますよ。よーいスタート。5、4、3、2、1、ストップ。結構疲れますよ。顔と耳は大変よ。大変よ。完成枚数何枚かちょっと数えてみますね。もうすごい変な絵。ほんと1、2、11、12、13枚。わお。で頑張った頑張った。それで私すいません1枚間に合いませんでした。悦子と私の間にはめっちゃ溜まってんじゃん。10枚溜まっております。そんなにそれは画数多いんでね、2番目の人は。ちょっとね反省会しときましょうか。効率上げられるように反省会します。そうですね。なるほどね。じゃあ反省点踏まえてですね、次やってみましょうか。はい、頑張ります。頑張ります。2回戦よーいスタート。5、4、3、2、1、ストップ。じゃあ合計何枚か数えてみますね。11、ちょっと待って、12、くっついてる。13、14、1枚増えてるよ。増えてる。大量も見て、ほら。さっき10枚あったところが1枚になってます。
1回目と2回目ってなんか変えたりしてるのかな。実は阿部ちゃんが結構作業量が多くてボトルネックになってるっていうのが分かったんだよね。だから阿部ちゃんの処理スピードに合わせて生産量を調整したっていうだけ。1枚は顔が全くかけず、もう1枚はもう耳がかけてなくて、2枚2冠の製品がここにあります。ボトルネックっていうのは何なのかな。でボトルネックというのは、その製造工程全体を見た時に一番時間あたりの製造量が少ないところですね。それをボトルネックと言います。だからやっぱり阿部ちゃんのところは顔の中身も描いて耳も描かなきゃいけなかったから、悦子なんか丸だけでいいんだよ。私も髪だけでいいからクオリティ上がっちゃって紫のヘアスタイルとかできちゃう。でまとめると1番目の悦子が次の部門の処理スピードに合わせて生産量を調整してくれたと、のんびり落ち着いてやりました。丁寧に、かつ不良品を渡さないように、さらに多少の余裕ができた。そうですね、2人を眺める余裕が出てました。で2番目の阿部ちゃんはひたすら生産することに集中。そうですね。で3番目の私はもうゆっくりで良いので前から受け取った製品を確実に処理するということでクオリティの上がった紫のヘアスタイルまで描くことができました。この手法はトヨタの看板方式に通じるんですよね。そうですね。トヨタの看板方式というと非常に有名なものではありますけれども、こういう連続するですね作業を行っている生産現場において、いかに仕掛かり品を少なくして作るかというところを注目した手法になっています。で全工程の人は、看板を受け取って加工した後に後工程の人に看板ごとお渡しすると。あと有名なところでいうとこれはもうジャストインタイムというようなところを実現するための手法となっています。ちなみにジャストインタイムっていうのは一言で言うと時間通りにということでよろしいでしょうか。そうですね。必要なものを必要な時に必要な量だけきちんと揃えると。ジャストインタイムであったり看板方式、こういったものはトヨタが発祥で、今はもういろんな企業が参考にして取り入れていると。あとはトヨタの社員が結構コンサルとして企業に派遣されるというようなことも聞いたことがあります。確実に無駄のない動きができるんだね。今回も視聴者の方から相談のメールが届いてるよ。はい、ありがとうございます。読みます。今働いている飲食店が特定の時間だけ非常に混みます。専門の料理人が数人いるので料理は順調なのですが、アルバイト等で回しているドリンクのオーダーが追いつきません。飲み物はまだかとクレームが来ることもしばしばです。お待たせしたお客様には必ずお詫びをしますが、クレームをいただいている最中にも店は回っているのでさらに忙しくなります。現時点スタッフを増やしたりテーブルを減らす権限は私にはありません。改善策を教えてくださいということで、東京都在住の美香さん、ありがとうございます。これはまさに先ほどのね、ボトルネックのお話ですよね。ドリンクがボトルネックということなんですけど、ちょっと詳細はわからないので、いくつか想定しうるところで申し上げますと、まず特定の時間帯だけ混んでしまっていると。でしかもそのドリンクのオーダーのみ追いついていない、もし例えば料理のをしている方の手が空いているようでしたら少しその手を回してもらうですとか、あとその混んでいる時間はもう少しメニューを減らすとかですね、やっぱりそういった対応というのも考えられるかなと思います。そのオペレーションがスムーズになることで、来店されるお客さんもより快適に過ごしていただけると思いますし、次のドリンクをオーダーしていただける機会も増えると思うので、最初のオペレーションの改善っていうのは重要な施策だと思いますね。ボトルネックって悪者のように見られるんですけど、必ずしも常に悪者ではないっていうのにも注意が必要というふうに学んだ記憶があって、ここで例えばドリンクのボトルネックを解消すると実は別のところにまたボトルネックが発生する可能性もあったりして、実はその工程全部を見た時にどこがボトルネックなのかっていうのをきちんと見た方が真の解決になるかなというふうに思います。解消するのにどれくらいコストがかかるのかっていうことによっては、あえて解消しないことの方がいいっていう場合もあるかもしれないし、例えば行列ができているのが人気のお店の証だったりする場合もあるので、一概に全てを解消するのがいいっていうわけではないなって思います。作業においてはさっきのゲームでやったようにちょっとね相手の進行具合を見ながら考慮しながらやってあげるとあんなにもスムーズにいくんだなっていうことですね。そうですね。私自身も楽だったし、丁寧に仕事できたって感じがあったかな。精神的にもいいよね。そうですね、ここにいっぱいあると私も描くのがすごい顔描くのが圧迫感あるんですけど、1枚ずつの方が紙を持ってくるのも楽だったし、そういう意味では結構スムーズだったかなと思いますね。それだけでもメリットあるのに本当に1枚増えたからね。さっきガチですからね、本当に。
ということで今回はオペマネことオペレーションズマネジメントを紹介しました。実は最近ちょっと人気が出てきた定期印なんですけどもちょっと調子に乗ってですね LINE スタンプが発売されました。クリエイターズスタンプから買えます。ぜひ買ってみてください。調子に乗っている定期印です。皆さんクラウドファンディングのご支援ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。